世の中には驚くほど穏やかでいつも周りを優先する人がいます。でもそんな優しい人が静かに何も言わずに目の前から消えるとき、それは決して冷酷になったのではなく、彼らの中である決着がついた証拠かもしれません。今日はその真理を解き明かします。どうも、旅する起業家のルキです。今回は優しい人が静かに人を見放す4つの理由を深掘りしていき、最後には多くの人間関係の悩みを防げる3つのポイントも話していきます。あなたも人を見放した経験や逆に見放された経験があるかもしれません。この話を聞くことで、なぜ自分は離れたかの心理をさらに理解でき、なぜ人から離れられたかの理由もわかります。ぜひ最後までご覧ください。優しい人が静かに見放す4つの理由。1、一線を越えた我慢の限界。人間関係には目には見えないけれど、お互いが心地よくいられる境界線があります。ところが関係が深まるにつれて、相手がそのテリトリーに土足で踏み込んでくることがあります。それは優しいし、仲いいから大丈夫だろうと思うからです。自分の短所もわがままも全部受け止めてくれるのが本当の仲でしょという甘えから、相手の領域を土足で荒らして自分を押し付けてくる。例えば大切にしている趣味をそんなの何がいいのとからかってきたり、時間を奪うお願いをいつもしてきたり、自分のことばかりいつも話したり。優しい人は最初はでも悪気はないんだろうなと我慢します。しかしその我慢は一滴一滴コップに溜まっていってるんです。どれだけ大きなコップでもいつかは満杯になります。その最後の一滴は他人から見ればそんな些細なことでと思うような本当に小さなことかもしれません。よく人間関係の相談に乗ってる時もそんなことで相手が怒ったのってことありますよね。けどそれは最後の一滴の話で、それまでにいろんな我慢が蓄積されてるんです。いつもは笑って流せたちょっとした皮肉、嫌なことも何度も我慢してきた、約束を破られたこともあるし、嘘をつかれたこともある。その我慢の限界は怒りではなく失望に近い納得です。この人とはもうこの先どのルートを歩いても心地いい場所にはたどり着けないんだなという静かな答え合わせが終わる瞬間です。優しい人が無言で去るのは一線を越えてこれ以上我慢をできなくなったからなんです。2、価値観のズレ。価値観のズレというのはどちらが正しくてどちらかが間違っているという話ではありません。ただ何に価値を感じ、何を大事にしたくて、何に時間を使いたいかは人それぞれに違います。このチャンネルでも一人旅が当たり前と思う人もいれば、一人旅なんてできないという人もいるし、あなたのようにこういった学びの動画を見ることが好きな人もいれば、苦痛に感じて見れない人もいるわけです。例えば自分は本を読むことや自己啓発の動画を見て勉強することに喜びを感じるのに、友人は誰かの噂話や会社への不満を言ってストレス発散して時間を埋めている。最初はそれも一つの生き方だし、自分とは違うだけと尊重して寄り添おうとしますが、次第に一緒にいても苦痛で同じ景色が見られなくなっていることに気づきます。価値観のズレを感じながらも関係を続けようとすると、どちらかが無理をして相手に合わせなければなりません。相手の価値観での会話に無理に合わせるたび、自分の心には小さな摩擦が起きます。自分の価値観を素直に伝えると、相手を否定することにもなり得る。この自分を閉じる時間が積み重なっていくと、一緒にいることが癒しではなく、ただの消耗に変わってしまいます。自分を閉じるという選択は、優しい人が相手を傷つけないために自分を少しずつ削っている状態でもあります。本当はそれは違うと思っているのに、そうだねと微笑んで聞き流す。本当はもっと未来の話がしたいのに、相手の繰り返される過去の愚痴にうなずき続ける。自分の大切にしたい言葉を飲み込んで、自分の感性を抑えてまで守る関係には、本当の意味での幸せはありません。私たちは見ている色が根本的に違うんだな。そう静かに受け入れた時、優しい人は争うこともなく、ただそっと距離を置きます。それは相手を拒絶するためではなく、自分が自分らしくいられる場所に戻るための決断なんです。3、自分を守るため。関わるメリットがなくなったと聞くと少しドライに感じるかもしれません。でもこれは相手を利用価値で選んでいるのではなく、自分の時間イコール残りの命のことでもあります。この貴重な時間をこれ以上削らせないという自分を守るための責任
輪感の話です。優しい人というのは無意識のうちに自分のエネルギーを相手に差し出し、相手を癒したり、相談に乗ったり、自己犠牲をして支えたりすることに喜びを感じる側面があります。しかし世の中にはそれを当然の権利として受け取り、こちらのエネルギーを吸い取るだけの人、いわゆるエネルギーヴァンパイアのような存在もいます。いつもネガティブな悪口ばかりをずっと聞かされる。会った後になぜかどっと疲れる。そんな人いませんか？そんな状態が続いた時、ふと気づくんです。この関係を続けるほど自分は疲弊していくし、自分もやがてネガティブな人間になりそうだと。信頼、気づき、楽しさといったものが双方向に流れていれば、エネルギーは奪われるものじゃなくて、むしろ循環します。でもこちらが与える一方で、相手からは不平不満や依存、あるいは無関心しか返ってこない。しまいには自分の陰口を言われることも。その時優しい人は冷静に考え、自分自身の心の平穏を取り戻すための撤退を決めるんです。自分を大切にしてくれない人のために自分の時間を使い切ってしまうのは、自分自身に対する最大の不誠実になってしまいます。もうあなたの面倒までは見切れない。そう心の中でつぶやき、関係を断つ。それは冷たさではなく、自分の足で自分の人生を歩き続けるために必要な生存本能に近い自分を守るための術なんです。4、成長の代償。人生にはステージが変わる瞬間があります。人によっては会社員から経営者になったり、浪費していた人が投資脳になったり、田舎の普通だった人から影響力のあるインフルエンサーになったり、あるいは内面的な気づきを経て人生の優先順位がガラリと変わることもあります。この時、かつての親友や仲間と話が合わなくなるのは誰のせいでもありません。ただお互いが人生で大事にしている思考や視点が変わってしまった。それだけなんです。かつては一緒に笑い、同じ悩みを共有していた。その美しい思い出があるからこそ、優しい人は無理をしてでも関係をつなぎ止めようとします。僕もそうでした。自分がたくさんの書籍や動画を見て自己成長をして、会社員から独立をして、海外移住をしてと挑戦をする中で、それまで当たり前に関わっていた友人との会話にギャップを感じ始めたんです。でも成長し続ける側にとって、過去の価値観に縛られた会話は次第に重荷へと変わっていきます。前はこう言ってたじゃん。変わっちゃったね。そんな言葉を投げかけられるたび、自分の成長を阻害されるような感覚に陥る。優しい人が人を見放すとき、それは成長の代償を受け入れた時です。自分はもうこの場所にはいられない。新しい景色を見るためには、今まで握りしめていたものを離さなければならない。それは冷酷なものではなく、お互いの今の生き方を尊重するための手段です。無理に引き止めることも、無理に合わせることも、無理に説得することもせず、あの時はありがとうと心の中で感謝を告げて前を向く。孤独を恐れずに自分の道を進むこと。この場合の別れって完全な別れというよりは深い話をしなければいいので、たまに1年や半年に1回会うとか、地元の集まりで複数人で会うとか、深い考え方の議論や今何やってるかの話にならなければ、友達としての関係は維持できるとは思います。ここまで優しい人が静かに離れる4つの理由を話してきました。優しいからこそぶつかることも否定することもせずに悟ってそっと離れていくんです。では僕たちが人と友好的な関係を続けていくためには何を大切にすればいいのでしょうか。最後に摩擦を防ぎ素敵な縁を引き寄せるための3つのポイントを話します。人間関係で大事にしたい3つのポイント。1、適度な距離感。人間関係で最も大切なのはお互いの境界線を尊重することです。どれだけ仲が良くても相手には踏み込まれたくない性域がみんなありますよね。そこをお互いに察し敬意を持って接すること。どれだけ慣れてもです。もし相手が自分の領域に入ってきそうになったら早い段階でそれは違うと明確に伝える勇気を持ってください。ここで言っておかないと相手はどんどん踏み込んできます。この小さな意思表示と距離感が後のトラブルや消耗を防ぎます。2、エネルギーのパワーバランス。一方が与え続け、もう一方が受け取るだけの関係は必ずどこかで破綻します。この人と会った後、自分は楽しかったか、それとも削られているか、自分の心の感覚を確認しましょう。お互いの言葉や時間がいいエネルギーとして循環している関係。それこそが大事にしていくべき価値のある縁です。3、価値観の見極め。ここがかなり重要です。自分の今の価値観を大切にし、同じ方向を向いている人、あるいは自分が目指したい生き方をすでにしている人と意識的に関わるようにすることです。逆に今の自分と価値観や思考が合わないと感じる人とは深く関わらない。多くの人間関係のトラブルのもとはこの価値観が違う人と無理に関わっていることです。お互いに正義があります。
人を変えることはかなり難しいです。論破しようとすると喧嘩になります。なので価値観が合うかどうかを見定めて、本当に関わりたい人間なのかをしっかりと見極めましょう。最後に、僕はこれまでの人生で親友と縁が切れたこともあったし、お世話になっていた人が離れていったことも、今一人で海外に移住して人間関係をガラッと見直してたりします。それほど関わる人は自分の人生に影響を与えるんです。これまでいろんないい出会いもトラブルも両方経験しましたが、トラブルに発展する人や自分を削る人との出会いを防ぐ一番のフィルターは、自分を大切にするという基準を低くしないことです。自分を安売りせず、相手が自分を雑に扱う隙を与えない。自分を大切にしない人とは関わらない。そして自分の価値観を誇りに思っていれば、おのずと同じような波長の人たちが集まってきます。まずは自分自身を磨いていく。他人を変えることはなかなかできません。周りの人はあなたの鏡です。関わってて最高に楽しい。気づきをもらえる人間関係を大事にしていきましょう。ぜひあなたの体験や悩みや今回の動画の感想などあればコメントで教えてください。このチャンネルではこれからも旅と人生にまつわる動画や世界の実業家たちのためになる情報、そして自己理解や成功法則を軸にあなたの人生のスイッチを押す発信をしていきます。ここまで見てくれているあなたはさらに自己成長できるすごい人です。共にいい人生にしていきましょう。最後までありがとうございました。ではまた次の動画で会いましょう。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。一緒に成長していきましょう。